こはね、カイコーラのね、町から10分15分ぐらい車で走ったところにあるね、マウント5トラックっていうところです。今日はね、マウント5ハットっていうところにね、泊まる予定出ます。はい、今日はね、実は午前中にイルカのと一緒に泳いだばっかりでね、まさにね C2 サミットという感じで、ここはね、前ネルソンでね、バックパッカーズでね、一緒の部屋になったね、女の子が教えてくれたおすすめのところなんですが、ハットから見る朝日がすごい綺麗だったという話なんですが、残念ながら明日は雨です明日明後日があまり天気が良くないんで、今日のうちにね登っておこうと思って登ってます。なんかね、山道といってもマウンテンバイクも通れるような結構広い道なんで、そこまでこの間のねエイベルタスナみたいな小道を歩いていくわけではないみたいな感じです。今のところ今だいたい標高が600メートルぐらいかなのとこまで来てます。パン。あれかな、綺麗。あとね100メートルちょいサミット、あれね、標高1500メートル、ビューはこんな感じ。すごい。
はい、マウント5いかがだったでしょうか。これがね、南島に来て初めての山登りでしたが、ご覧のような雪がかかった山々、ゴツゴツした山肌は僕が通ってきた北島にはなかった景色だったので、南島のね、大自然を初めて目の当たりにしたとても印象に残った山登りでした。サミットからはね、開口覧の平野を見下ろすことができて、後ろをね振り返るとむき出しのゴツゴツした山々、どちらもね何度も万歳したくなるほどの絶景でした。トラックの話をすると、カーパークのある場所から山頂までは距離が片道 8.3 キロ、獲得標高は約1400メートルで、一泊したハットはスタートから約3分の2くらい登った1100メートルの場所にあります。僕はカーパークからハットまで約2時間半、ハットから山頂までは1時間強かかりました。一泊したマウント5ハットは8人まで泊まれて、マットレスがあるので寝袋を持ってこれば OK。 予約はできなくて先着順です。料金は1泊5ドルです。1枚ね5ドルのスタンダードハットチケットっていうね青色のものを事前に購入して、ハット内にあるオネスティボックスという箱に投入する方式です。チケットは開口覧のねアイサイトで購入できました。残念ながら次の日の朝日を見ることはできなかったんですが、雲の割れ目から差し込む光を一瞬だけ見ることができて、なかなか幻想的でした。午前7時過ぎに下山を開始しましたが、途中から雲行きが怪しくなってきて、結局雨に降られながらの景色も何も見えないね、ちょっと残念な下山となってしまいました。下山中に雨が降ってきた。結果的に天気予報通りでね、イルカと泳いだその日に登っておいて大正解だったかなと思います。マウント5開口覧に来た方はね、ぜひ天気の良さそうな日を狙って朝日もね見に行ってみてください。というわけで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆたでした。バイ。